前回メタンが言ってた飛びながらエンジン交換って話、ずっと頭から離れないのだ。どう考えても無茶じゃない？無茶よ。でも本当にやった人たちがいるの。しかもたった一人じゃなく世界中から集まったチームで。そもそもさ、第6話の時点でカスパって1秒に1ブロック生成してたんでしょ？ビットコインが10分に1回だから600倍早いって言ってたよね。これ以上早くして何か意味があるのかな？普通の開発者ならそこで満足してマーケティングにお金を使うでしょうね。でもカスパの開発チームは違った。世界通貨を目指すなら秒間数千元を処理するビザカードと肩を並べる必要がある。1秒に1ブロックじゃまだ足りない。その発想が次の大きな挑戦を生むことになるの。ビザか。確かにコンビニでピッて決済する世界を置き換えるつもりなら1秒1回じゃ足りないかもなのだ。それだけじゃないの。当時のカスパは Go 言語というプログラミング言語で書かれていたんだけど、この言語でこれ以上スピードを出そうとするとパソコンの処理が追いつかなくて限界が見えていたの。言語の限界？プログラミング言語ってそんなに性能が変わるものなの？思っている以上にね。Go 言語には自動で厨房を片付けてくれる係がいるの。使い終わった食材や食器を裏で自動的に整理してくれる。料理人は自分で片付けなくていい。Go はそもそも Google が社内の大規模サービスのために作った言語。今では Uber や Netflix のような世界中の大手サービスの裏側でも動いているわ。でもさ、厨房を片付けるって何人か手を止めるんじゃないか？鋭い。厨房を本当にきれいに片付けるには全員が一度手を止めて整理係に場所を譲る必要があるの。数秒の停止なら普通のお店では誰も気にしない。でも 0.1 秒に一皿出すスピードで動く超高速レストランではその数秒が致命的。作れるはずだった数十皿が作れなくなってしまうの。この問題にいち早く気づいた人がいたの。カスパのリードデベロッパーマイケル・サットン。カスパには重要な仕様変更を提案する公式の仕組みがあるの。カスパインプルーブメントプロポーザル、略してキップ。2022年7月、彼はその記念すべき第1号を公開したわ。カスパのコードを一行残らずラストという言語で書き直すと。ラスト？なんで他の言語じゃなくてラストなんだ？ラストは最速かつ最強と言われる言語。ソラナやポルカドットみたいな大手の暗号資産も使っているわ。最大の特徴は整理係がいらない設計で書かれていること。料理人自身が最初からどの食材をどこにいつ片付けるかを厳密に決めているの。だから整理係が厨房を歩き回ってどれが使い終わった食材かを調べる時間がいらない。一人一人の料理人が自分のタイミングで瞬時に片付けていく。厨房が散らからないから使うメモリも最小限。止まらないし迷わないから早い。でもさ、書き直すって大変なんじゃないの？家をリフォームするレベル？リフォームどころじゃないわ。基礎から全部壊して同じ形のビルを別の素材で建て直すくらいの作業よ。しかも普通なら住人に立ち退いてもらって建て直すけど、カスパは動いているつうか止めるわけにはいかないの。だから世界中のユーザーが毎日カスパを送金している。その裏側で全く別のエンジンを一から組み立てていったの。いつかそれが完成した日、古いエンジンと切り替える。その間ユーザーの送金は止まらない。それが飛びながらエンジン交換の正体なのだ。話を聞いただけで胃が痛くなるのだ。でもここで面白い話があるの。サットン自身が後にこう言っているのよ。書き直しという言葉は誤解を招く。単純な書き直しなら数ヶ月で終わっていた。でも 1bps のまま安定化させても意味がない。本当の目標は 10bps とその先にあった。で、じゃあ単に言語を移し替えただけじゃなかったのか？その通り。中身の設計、つまりアーキテクチャそのものを根本から見直したの。並列処理、ブロックの削除方式、あらゆる仕組みを一から設計し直した。ラストへの書き換えは新しいエンジンを作るための素材でしかなかったのよ。あらゆる仕組みを一から。それってものすごい労力なんじゃないか？世界中から集まったチームって会社と角煮が後ろにいるわけじゃないんでしょ？そんな大工事、一体誰がお金を払ってるんだ？鋭い質問ね。コミュニティが1億カスパを集めて開発資金を提供し、約15人のコア開発者が世界中から集まったの。
この技術を完成させたいという意思で集まった分散型の開発集団よ。すごいな。1億カスパをコミュニティが出して15人が世界中から集まった。そんな組織、僕は聞いたことがないのだ。でもさ、15人ってどんな人たちが集まったのだ？それがまた面白いの。大学の研究者もいれば、プロのエンジニアもいる。さらには、名前も顔も出さない、コミュニティから現れた匿名の天才たちも。全員がカスパの技術に惚れ込んで、自発的に集まったの。しかも、その1億カスパは、誰か一人が管理するわけじゃない。コミュニティが選んだ6人の代表が鍵を共有する、マルチシグというコミュニティの大きな貯金箱に入れられたの。6人のうち3人が合意しないと開けられない仕組みよ。しかも、その貯金箱の中身は公開されていて、誰でもブロックチェーン上で残高や入出金の履歴を確認できる。すごいな。6人で鍵を開けて、3人合意がないと動かせなくて、しかも世界中から丸見え。これって誰も悪さできない仕組みなのだ。こうした透明な仕組みがあったからこそ、開発者たちは外野の声に振り回されずに済んだの。暗号資産業界では、早く価格を上げろ、マーケティングをしろ、という声が外から上がることがある。でも、彼らはそれに惑わされず、ただ黙々と最強のエンジンを作り上げた。来る日もコードを書き続けて、約2年の月日が流れたわ。そして、2024年5月13日。長い開発の末、ついに新エンジンの正式版が世界中のマイナーに向けて配布されたの。2年。本当に完成したんだね。どんな発表会をやったのだ？それがね、派手な発表会はなかったの。ただ静かに新しいソフトウェアがダウンロードできるようになった。それだけ。もっと盛大にお披露目してもよかったのに。カスパらしいでしょ？マーケティングよりも動くものを静かに届ける。それから数ヶ月、マイナーたちは誰にも強制されず、自発的に新しいエンジンに乗り換えていった。2024年8月には、カスパのブロックの 97% が新しいエンジンから生まれるようになっていたわ。97% ってほぼ全員じゃないか。強制されてないのに、みんな自分から乗り換えたのだ。このエンジンが正解だ、と、世界中のマイナーが自発的に判断したの。これがカスパの分散型コミュニティの特徴ね。じゃあ、これで10倍速になったのだ。まだよ。エンジンは新しくなったけど、ネットワーク全体のルールはまだ1秒に1ブロックのまま。新エンジンにはまだリミッターがかかってる状態ね。10倍速に切り替える大きなアップグレードはもう少し先の話なの。もったいないのだ。技術的にできるなら早くやればいいのに。でもね、積んだもん。新しいエンジンは思いがけない形で試されることになったの。試される？どういうことなのだ？ 2024 年の春、カスパの上に新しい仕組みが登場したの。その名はカスプレックス。カスプレックス？また新しい名前が出てきたのだ。今回登場した KRC20 はカスパの上でトークンを発行できる新しい企画よ。誰でも発行できるのが特徴ね。企画？カスパそのものとは別物なのだ。いい質問ね。カスパは通貨そのもの、ネットワーク本体の血液みたいなもの。でも、カスパの上で別の発行物を誰でも作れるようにしたらどうなると思う？いろんな人がミームコインとかゲーム通貨みたいなのを発行できるってことなのだ。その通り。しかも、送金の手数料はカスパで払う仕組み。だからトークンの発行が増えるほど、プルーフオブワークを支えるマイナーたちに報酬が流れる設計になっているの。なるほど。いろんなトークンが増えるほど、ネットワークを動かしてる人にちゃんと恩恵が届くわけなのだ。でもね、この KRC20 のローンチは、結果的にもう一つ重要な意味を持つことになったの。もう一つ？新しいエンジンの実践テストになったということよ。2024年9月15日、KRC20 のメインネット版を正式に開放したの。ついにカスパの本物のネットワークで動き出したのだ。その瞬間、カスパのネットワークには前例のない量の取引が押し寄せたわ。24時間で1300万取引超え。1300万超え？桁が大きすぎて想像つかないのだ。普段の約400倍よ。400倍？普通のチェーンなら
完全に止まってしまう量なのだ。世界中のボットと新しいトークンを掘りたい人たちがミント、ボタンを連打し続けた。猫の名前、犬の名前、ミームの名前、150種類以上のトークンが次々と生まれていったわ。これ、カスパは耐えられたのだ。答えから言うわね。カスパは止まらなかった。あの嵐で？手数料は一時的に上がったけど、数円から数十円レベルで収まった。ネットワークは一瞬たりとも停止しなかった。そして24時間のうちにマイナーに払われた手数料の総額は150万ドル相当。150万ドル？これはカスパのマイナーたちにとって記録的な報酬日になったわ。すごい。ネットワークもマイナーも両方が報われたのだ。そう。これこそが2年間かけて作った新しいエンジンの実践証明。あの嵐が来てもカスパは止まらなかった。そしてプルーフオブワークを支えるマイナーたちにちゃんと報いた。2年の重みがたった1日で証明されたのだ。なんだかグッとくるのだ。静かに作り続けた人たちの成果ね。カスパの上にトークンを発行し、ツールを作り、コミュニティを盛り上げたたくさんの表に出ない貢献者たちの成果。メタン、これでカスパは完璧なのだ。どんな嵐が来ても止まらないし、マイナーも喜んでる。完璧と言いたいところなんだけどね。物語はまだ終わらないの。まだ続くのだ。実はね、KRC20 の嵐が来る1ヶ月前、2024年8月。カスパの開発チームは次の大きなアップグレードのロードマップをすでに世界に公開していたの。嵐が来る前から？そう。いよいよネットワークのリミッターを一気に外す大改革よ。1秒に1ブロックから1秒に10ブロックへ。10倍？じゃあ、やっぱり10倍速にするのだ。そう。でもね、すぐにはできなかったの。どうしてなのだ？ネットワーク全体のルールを切り替えるには、カスパを支えるあらゆるサービスが、新しい速度に対応する時間が必要だったから。そして、9月の嵐は、開発チームが前もって立てていた計画の正しさを、はっきりと証明したのよ。その大改革の名前は、コードネーム、クレッシェンド。クレッシェンド、なんだかかっこいい名前なのだ。どういう意味なのだ？それはね、次回のお楽しみ。カスパの次の学章の始まり。その全貌は次回明らかになるわ。